はい、皆さん模型ライフ楽しんでますか？鳥犬チャンネルです。今回は長谷川から発売された500分の1のグレタガリをご紹介していきたいかと思いますけど、3隻目なんですよね。一番の売りはですね、こちらについておりますね、小型のウォーカーマシンと、このね、今回新金型ですね。このね、ウォーカーマシンが肝のとこかなと思います。そしてデカールが3種類 GG でついてますけどね、やっぱ右下の手書きのがいいかなとは思うんですけどね。2代目アイアンギーも来ちゃったんでね、ぼちぼち作っていかなあかんないう感じですけど、はい、それでは制作の方入っていきます。今回も長谷川模型ではあんまりやるべきではないかもしれない可変ものにしていきたいと思うんでね、この腰のところからね、また例のごとく3隻目ももう手慣れたもんでやっておりますね。もうできてね、すぐ作ろういう気にごめんなさい、あんまり慣れなくてしばらく寝かしてから作ってますけどね。はい、もうこのようにね、プラパンの積層で穴開けて、このようにポリ関節をくっつけていきます。これでね、前面と後ろ面のね、パンツのとこですね、甲板のとこですね、ここが曲がるようになりますね。そしてね、胴体との接合でここにネオジムくっつけちゃいます。100均で売ってた 6mm 系のネオジムです。はい、このようにね、胴体部分もね、磁石仕込んでこのようにね、置いちゃって固定しちゃいます。そしてね、これだけだとね、怖いんで、サポートでプラパンにね、1.5mm 圧のプラパンです。6mm の穴開けたものをこのように取り付けてあげて、しっかりと外れないように加工をしてあげます。はい、反対側の方もね、同じようにプラパンでしっかりと固定してあげます。はい、そしたら今度ね、腰のアーマーを取り付けてあげて、前側のアーマーをつけてあげます。そして今度は足いきます。プラパンの積層で関節軸を作りました。1mm をね、何枚か重ねて 3mm ぐらいかなになったものを作ってます。そしてね、受け側の方に今プラパンを貼ってあげてます。このね、足の中身っていうのはね、結構こうダボがあったりしたんですけど、そこは削ってプラパンで塞いであげたって感じですね。で、今つけようとしているのが、新たにプラパンで作った可動軸のところ、ポリキャップウェーブさんの 3mm 軸のものを挟み込んであげてます。はい、このように接着剤を塗布してあげて、こちらも塗布してあげてですね、蓋を閉めてあげます。1台目のアイアンギア作るときね、ここの発想がね、ちょっと違ってたんですけどね、回を重ねるたびにだんだんこういう形になってきております。はい、そしてここの受けのところも、ウェーブさんの 5mm 系のポリキャップを先ほどのように仕込んであげて、もう蓋するだけいう感じですね。そして、はい、こちらカットしてあげたこの足回りのね、エンジンですかねのパーツをつけて、膝関節はこれ寿のプラのパーツですね、サポートパーツ使ってます。そしてここも肝ですね。ここも稼働するように、このように今ポリ軸 3mm の入れてあげてますけど、ポリキャップのランナーのところですね、後でネオジムに変えてあげるんですけどね、まずは仮組みの時はこんな感じですね。穴の位置開けるのはね、前に作ったアイアンギアとかギアの時にもね言ってるんで、またそちらを参照していただければと思います。そしてこちら 3mm の三角形のプラ角材と角のプラ角材でこのように穴塞ぎのパーツを作ってあげました。はい、でね、つま先裏のまだ開いてるところは後でプラパンで塞いであげます。このように仮組みしていってます。ここの内側もね、このようにウェーブさんのプラサポとポリキャップで作りました。こちらもね、ウェーブさんのポリキャップで作っております。プラパイプとね、組み合わせてこのような関節を作っております。はい、そしてまた接着剤つけて、後ろ太もものね、ところと同じようなことをしてあげようとしております。はい、こちらにも接着剤をつけてあげて、内蓋にも接着剤をつけてあげます。そしてこのようにしっかりと接着してあげます。はい、蓋してこれでできた感じですね。
はい、そして関節を引き出しにすることでね、後ろと差し障りなくで、あれっていうとこなんですけど、5ミリ系つけてたみたいですね。実はこれ軸は4ミリ系だったんで、後でね、先ほどのお見せしたところの内側のねポリキャップは4ミリに変えました。はい、そして背中の翼のとこですけど、ここにねネオジムをつけております。ネオジムはこれ100均で売ってたやつかな、6ミリのやつですね。これをここに固定してあげて、胴体の中にもね反対側にネオジムを仕込んであげて、後で変形させて、ロボット形態になった時にぺったりくっつくように工夫はしております。はい、そして可動軸のヒンジのところなんですけど、これ何使ってるかと言いますと、ウェーブさんのプラサポのパーツ使ってます。可動部ヒンジのところなんですけど、これは何を使ってるかと言いますと、ウェーブさんのプラサポ2ミリ軸のものを使ってます。外径は4ミリになります。はい、そしてこれがね仮組の写真、もうね3期目ですからね。はい、塗装で、胴体の内側の格納庫のところになりますグレーを拭いております。もともとは黒を拭いて、それから鑑定色っていういつものパターンで重ね塗りをしております。クレオスのブラックグレーを使っております。指定色の方はね、ダークシーグレーを使うように書いてたんですけどね、たまたま手持ちが黒っぽいグレーはブラックグレーだったっていうだけなんですけど、下地によっては発色変わってきますからね、この辺は個人個人の好みかなと思います。はい、センターの手法の方も塗って、あとはね肩の基準の方も塗っていきます。基準の方ともね、折れやすくて怖いので、ここは金属パーツに変えてます。詳しくは前の動画見ていただければいいんですけどね、ありがとうございます。はい、そしてここガンメタルで拭いております。これはねクレオスではなくてガイアのガンメタルです。ガイアはもうメタリックカラーがねピカイチでいいのがいろいろあるんでね、もう好んで使ってて、で胴体本色の方はまずこれはダークイエローで拭いてます。ダークイエローで拭いて、あと本命の色塗ればね結構こうグラデーション効きながら乗ってくれるんで、黄色をねいきなり塗るとね、赤もそうなんですけどね、下地の色がね思いっきり影響しちゃってね、思った通りに出ないんで、一回このようなね、明度がちょっとね濃い系の方を塗ってから、どんどん明度を上げていくと割と乗りやすいかないう気はしてます。はい、なので、ダークイエローを塗っております。エアブラシの拭き方っていうのはもうコツはねパネル面のところを狙って拭いて、なるべく筋彫りとかのところは避けながら拭くっていう風にやると、後でグラデーションが効いてきてねいい感じになるかと思います。はい、今そしてね、本体色の黄色の色を塗ってますけど、これ応答色ですね。旧日本軍のね、飛行機の識別カラーで使うやつですね。旧日本機といえばファインモールドさんからゼロ戦のすごいのが出てますね。私も買ってこの間届いたばっかりなんですけどね、あれはね飛行機モデラーやったらねもう今までなかったびっくりもんのキットなんでね、もうね飛行機作らない人でもね一回見ていただきたい、ランナーの状態をね見ていただきたいキットです。あれはすごいです。私の今年のおすすめピカイチのキットはファインモールドさんですね。ゼロ戦ですね。はい、そして今度太ももの方ですね。まずはスカイブルーで拭いてあげました。ちょっとね白っぽい青ですね。ちょっと前まではね白とかグレー吹いていたんですけどね、スカイブルーの方がちょっと最近ね好みですね。その後で今レイホワイトの方を吹いております。はい、今度は赤色でシャーピンクをまず下地に吹いております。ピンクもね白系の強いピンク塗ったりもするんですけど、シャーピンクがね結構雰囲気的にね私は好みになってきたんでシャーピンクを吹いてますね。はい、黄色の色もね、カバーしちゃうので、先ほどのとこねシャーピンク吹いて、エンジン部のところもシャーピンク吹いて、なるべく筋のところは避けながら吹いて、そして本命の赤色はスカーレットを吹いております。指定色はオレンジとシャインレッドの混合でした。
そうですね、この赤は結構朱色に寄ってるんでね、スカーレットでもいいんじゃないかなと思います。はい、次にデカール貼り付けたいんですけどね、 G がね3つのパターンありますけど、この手書きの G を選びます。劇中見てた人だったらね理解してくれるかなと思います。好みですけどね。デカール貼りなんですけどね、このようにセッターをよく振って、そしてここにね塗布してあげます。別に水でもいいんですけどね、綿棒で寄せてあげて、あとはもうね、貼り付けて、ちょっとずれてるんでね修正は必要だったんですけど、このように綿棒で引っ張って伸ばしてあげます。濡らしてる綿棒やとね割とやりやすいかなとは思います。で、乾いた後で半乾きですね、マークソフター塗ってあげて密着性を高めてあげます。先にねマークソフター塗るとねもう失敗度高くなるんで、マークソフターは後の方がいいと私は思います。はい、そして赤色のパーツをねこのように貼り付けていきます。一昔前だとねここも全部成形されてて、自分たちで塗り分けしろよっていうパターンやったと思うんですけど、今時のキットなんで成形色変えてねこのように準備されてます。アイアンギアからのねパーツで割と共通パーツのところで色が違うっていうのは別成形されてるパターンがねギアギア、あとこのグレタガリーもそうなんですけどあるんで、割とパーツが残っちゃうっていうことも起きてるんですけど、はい、このようにちょっとね親切っちゃ親切かな、塗装派にとって。で、塗装しない人にとってはもちろん色が分けられてるんで親切かなっていう作りになってます。胸の内側のグレーはねさすがに塗らないとあかんかったんで塗ってますけどね。はい、このように流し込み接着をちょんちょんとつけて、はい、押し付けたら出来上がりみたいな感じです。はい、そして今回新金型の魚釜マシンの方ですね。小型のは前からの使い回しなんですけどね。はい、使い回しとはいけませんね。おまけでつけてくれてますね。ダッカータイプとねガバメントタイプ、もうあと背中のパーツを貼り合わすだけみたいなやつでね、抜きもそこそこいいですね。で、そしてガラパコスタイプですかね。はい、プロメウスも見えますね。2個ずつ入っております。これね、これがあるから買いました、はっきり言って。はいで、この時点でねギャリアが入ってないのでねすごく嫌な予感はしたんですけど、2代目アイアンギアがやっぱり出るっていうね、ウォーカーマシンで出るかな思ってたけどランドシップのままでしたね。はい、でも買います。はい、72分の1のウォーカーギャリアの方もお待ちしておりますので、もうぜひね長谷川さんやっていただけたら買います。私の勝手な思い込みですけど、おそらく2025年の5月のホビーショーぐらいで発表されるのかなと勝手に予想してます。タツノコ系もよくやられてるんでね、浦島のマグナビートルあたりも出てもねかなり嬉しいですとここで希望を言っときます。はいはい、そうこう言ってるうちにね1体ずつそれぞれの魚釜マシンが組み上がって、はい、今度は2体ずつ塗装しようかなと、こういう風に紙の上にねガラパゴス貼ってるんですけど、ガラパゴスだけね、はい、ここ見てください。実はね肉痩せしてるんですよねといったわけでヒートペンでランナーをこのように溶かしてあげて、まだねそんなに熱くないんで指で触ってますけど、本体自体は190度の設定にしてあるんでね、そこそこ熱いんでこのように溶けます。で、ここにねペタペタ貼ってパテ代わりにやっていきました。パテでもいいんですけどね、もう私は最近こういう風にヒートペンで埋めちゃうっていうことをしております。好みですね。はい、そしてね、表面にまた接着剤塗布しながら塗ってやるとね割と面も平滑面になってくれたりもするんで、このようにでね、実はね側面もね結構肉痩せしてて、ロットによって違うのかなどうなのかな、ちょっとそこわかんないんですけど、ここは肉痩せしてるものもあるので、肉痩せしてたらねパテなりこのようにヒートペンでランナー溶かして埋めるなり、見てる方は自分の好きなやり方でやって
くださったらいいのかなと思います。はい、でね、どうしてもヒートペンでやるとね、表面ガサガサなんで、後でリューターで削って整えたいと思います。はい、このようにね、接着剤塗って伸ばすんですけど、それでもやっぱり限界はあるんで、このように糸引いたりするんで、温度とかもね、もうちょっと落とせば、今190度なんで、160まで落とせるんで、160ぐらいでやってもね、いいんかもしれないですけどね。はい、このようにして、肉痩せしてるところを埋めていきました。はい、そしてね、リューターでガリガリガリっと削ってますね。で、リューターでやってもね、ちょっとまだ目粗いんで、後でペーパーでね、もうちょっと目を細かくしていって、表面処理はね、していくんですけどね、このようにしております。はい、そしたらね、小さいウォーカーマシンの方の塗装なんですけど、基本色をね、このように全体的な、色多いところはもうエアブラシでさーっと拭いといて、あと細かいところをね、筆塗りで下出るカラーで塗り分けしていってあげたぐらいです。はい、そしたらね、筆塗りの方なんですけどね、下出るカラーで黒色、ベースの黒色でね、さーっとポイントだけ塗っていってね、そしてね、本体色の方を塗っていくみたいなことやってますね。はい、そしてね、次はね、スミレ兼ウェザリングの方ですね。はい、これマットの方ちょっと使っちゃったんですけどね、後でね、いつものブラウンと黒で締めております。塗料皿を用意して、チューブから絵の具を取り出して水溶きします。そしてもう筆でもうね、シャバシャバ塗っていくだけです。でこの時点でね、塗った時にマット使ってるわ思ったんで、これはこれで後でどんどんちょっとね明度を変えていってますけどね、もうこれでもう全体を塗ってあげて、後でもう水拭きして拭き取ってってあげる感じですね。ティッシュペーパーに水含めて拭き取っていくいう感じです。もうそれなんでね、すごく楽ですね。それではね、完成した状態をお見せいたします。はい、そしたら変形させていきますかね。3席目、3期目ですね。はい、このようにつま先を折りたたんであげます。ここね、ネオジム入れてね、回転軸にしております。そしてね、ここのね、太もものところを立ち上げて、胴体も移動させてあげます。そしてね、このようにどんどんすぼめていくんですけどね、足を。そして手法を上側に向けてあげます。はい、でこれでね、こう立ち上げようとするとね、劇中本編ではザブングル2機がね止めようってやってくるんですけどね、はい、アイアンギア作るときにそれもねできたらいいかな。はい、そして腕の方なんですけどね、このようにくるりんと回転させてあげて、それからですね、はい、ちょっとねフロントアーマーの方が気になったみたいなんで、このように落としてきております。はい、リアアーマーの方もそうですね、お尻のところもそのようにして、そして胴体がねちょっと不安定なんでね、またいじくってあげてますけどね。はい、腰パーツを上げてあげます。そして次は腕を引き伸ばしたい、首の方でしたね。首を落としてあげました。はい、で
ね、マスクのとこ本当はね、もう一段上の黄色もね、本当は下に落ちるんですけどね、劇中の方は。私はちょっとごめんなさい、キットのままそのまま流用してるんでやってないですね。で、腕を引き伸ばそうとしてて、ネオジムでね、スライドするようにしてるんですけど、ちょっと硬かったみたいですね。はい、で、手首の関節の方もね、出してあげて引き伸ばします。はい、腕がね、このようにできました。で、反対の腕ですかね。反対の腕がね、ちょっとね、引っかかってますね。で、外して出すことにしました。後で見るとね、ネオジムの方にね、薄い金属板ついてたんでね、それがちょっと干渉して止まっちゃってたみたいです。そこ外したらね、反対側の腕と同じように動くようになりました。はい、右腕、右肩を取り付け直してあげます。はい、肩の方ともね、くるりんと、はい、いい方向に回してあげます。これでほぼ出来上がりっすね。はい、3台目になりました。はい。でね、とりあえず1台目のアイアンギアがあったらこれやりたくなりません？なりますよね。はい。このままドーンと。はい。あとはね、魚かましの方を見ていきますかね。まあ、それぞれ塗るの見せるのもね、どうかなと思ってちょっとそこは省いたんですけどね、このように塗ってみました。まあね、今回ガバメントタイプね、ティンプのデカール付きでね、あるのがなかなかいいかと思います。腰のところね、よく見てください。ティンプのね、マークとか入ってたりするんですけどね、あとはもうね、好きな色で塗っていけばいいかなと思います。小型の魚かましはね、前からもついてるやつなんですけどね、これはこれでもう数あって別に全然構わないやつなんで、トラット11ですね。色もね、ちょっとどういう色にするかなと思いながら、なんか前と似たような色塗っちゃったかもしれないんですけど、イエロー系とね、グリーン系で塗ってしまいましたね。はい、そしてギャロップタイプですね。これも前回と同じような色かもしれないです。ちょっとね、カメラの都合、真っ黒がなかなか合わないんですけどね。これがね、またちっちゃいんですわ。はい。なかなかピントが合わないですね。後ろの方に合ってますね。合ってきましたね。このようになっててね、小さいけどね、割と作り込まれるところは作り込まれてますね。そしてクラブタイプ。赤とちょっと黄色系で塗りましたかね、今回はね。赤もいろんな赤あるんでね。でもなんか前とまたこう、同じような色だったかもしれないんですけど、こういう色で塗ってみました。はい。赤色の方はね、透明レジンちょっと使ってみました。UV のレジンなんでね、紫外線で固まります。はい、そしてガバメントタイプですね。100分の1はもうレアキットで入手ができないやつですね。ティンプのガバメントですね。で、赤系も作ってあげました。はい、次にプロメウス。これも100分の1がね、もう入手できないキットになっております。はい、このようなね、キットになってますね。いい感じっすよね。はい、そしてね、ガラパゴスですかね。
これはまだ探せばきっと100分の1も144分の1もあるかとは思うんですけど、この間ね、酒持ちっていうね、コンペあったんですけど、そこでね、このオレンジ色の作った人がね、すんごいうまいの作っててね、アレンジもいいの作ってたんでね、賞取ってましたけどね。はい、そしてダッカータイプですね。もうザブングルワールドをこう象徴するようなやつでね、これも好きなやつですね。144分の1も100分の1も私作りましたね、これね。これはかなり、はい、好きなウォーカーマシンです。はい、そしたらね、4隻目のね、2代目アイアンギアの方もね、取り掛かっていきたいかなとは思います。